こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリーによる筋電図の分析1と題しをお送りします。この動画の内容は、最初に筋電図の基礎的知識、次に筋電図の測定値について、最後に Python での筋電図分析例について紹介いたします。筋電図はエレクトロマイオグラム EMG と略されて表現されます。筋電図は筋肉から発生する微弱な電気的変化を増幅器で大きくして記録したものです。筋肉は筋繊維と言われる個々の細い筋肉細胞が活動したとき微弱な電位を発生します。多くの筋繊維が収縮すると、電気的活動が集積されて、右の図のような記録を取ることができます。これを筋電図と言います。こちらは筋繊維が活動したとき筋肉の中を流れる電気と電圧の変化の関係を示しています。この筋繊維の上に電圧計を置くと左のような筋肉の活動電位が記録されます。この電気的変化を記録したものが筋電図と言われるものです。筋電図を収集するには、いろいろな方法がありますが、大きく分けて3つの方法があります。最初は針筋電図と言われるものです。これは注射で用いられる針を電極として用いて、直接筋肉にこの針電極を刺して活動電位を取るものです。主に診断学的分析に使用されるもので、筋肉の病変などを特定するために用いられます。次にワイヤー筋電図と言われるものがあります。これは注射針の中にワイヤーを入れてそれを筋肉に差し込んだ後、もう一度注射針を引き抜くとワイヤーだけが残るというものです。これを電極として用いる場合をワイヤー電極と言います。この使用目的としては、診断学的利用方法と運動学的分析に用いる場合があります。ワイヤーは非常に細いので動いても痛みがほとんどありません。したがって運動を行った時の活動を測るのに優れています。最後に表面筋電図と言われるものがあります。これはパウチ状の電極で、これを人体の表面に貼って電極として使用する場合を表面電極と言います。これは全く痛みがないので運動を行った時の障害になりませんし、動作を分析する場合に使用されます。また表面電極は誘発波の測定にも使用されます。これは電気を神経に流して、その電気によって誘発された筋肉の動きを筋電図として捉えるものです。これは診断的用途に用いられます。筋電図でどのようなことがわかるかについて説明します。まず、筋活動量と運動単位の活動様相ということですが、筋肉がどのような活動をしているか大きく収縮しているのか、小さく収縮しているのか、早く収縮しているのかなどを分析するために利用されます。次に、筋活動の時期については、他の筋肉の動きに対して遅れて活動するのか、先行して活動するのかなどを分析するために用いられます。さらに、筋電図はその周波数を測ることによって、筋肉の疲労状態を推定することもできます。最後に、誘発筋電図では、末梢神経の病気や運動ニューロンの興奮性や疲労などの状態を推察することができます。こちらは最近の筋電図の測定装置です。昔は大きな機械でしたが、最近ではこのようなコンパクトな装置で測定できます。手前の白いボックスは、筋電図の入力ボックスです。この中には、電位を増幅したりフィルターをかけたりする回路が入っています。この出力をパーソナルコンピューターに取り込んで、各種のデジタル処理が行われます。こちらは表面筋電図の電極の設置方法について示した図です。電極設置方法には、単極導出法と双極導出法があります。単極導出法は、筋肉から電位を導出する単索電極を筋肉の中央部分に設置し、電位が発生しない部分骨の突出部や腱などに基準電極を設置します。この方法の特徴は、雑音や隣の筋肉からの影響アーティファクトやクロストークと呼ばれるを受けやすいということです。こちらは双極導出法と言われる方法で、一対の単索電極を筋腹に置いて筋電図を導出する方法です。この方法の特徴は、単極導出法に比べて、隣の筋肉からの影響クロストークを受けにくいということです。主に運動学的分析などで、この方法が用いられます。筋電図を取る場合は、導出される電位が非常に小さく、雑音やアーチファクトと言われるものが混入しやすいです。このアーチファクトには、
体が動いた時に気線がずれたり、心臓の発する電位心電図が混ざったり、コンセントから流れる電流の影響、いわゆる商用電流による雑音などがあります。筋電図 EMG から信号を取り出すには、フィルタリングと言われる処理が行われます。動作時の雑音は 10Hz 前後のものが多いため低域遮断フィルターを使用します。この場合 20Hz 以下の範囲に設定することがよくあります。また筋電図の高周波成分は皮下組織を通過する際に減衰し、500Hz 以上のものは減衰が著しく正確な筋活動波形を反映しない場合があります。こういった部分をカットするには広域遮断フィルターを使っていきます。これらの雑音は不定時に電子回路やデジタルフィルターで取り除く場合とデータ収集後にデジタル処理する方法があります。次に筋電図の測定値について概要を説明します。表面筋電図の測定値を分析する際には、処理されていない生波形ではなく、波形の振幅活動の大きさを表す指標を測定します。また、遅れ時間他の筋電図波形との遅延時間や刺激の入力に対する反応時間という時間的な指標も分析できます。このように弦話形からの分析も可能ですが、ほとんどの場合はデジタル処理を行って処理後の波形について分析します。表面筋電図の測定値は、最初に整流変換されてから使用されます。整流とは、プラスマイナスに触れる波形をプラス側だけの波形に変換する方法のことです。全波整流とは、筋電図の負の部分をプラス側に反転したもので、反波整流とは、負の部分を除去したものです。下の図では元は径が基線を中心として上下に触れていますが、全波整流した波形はマイナス側の波形をプラス側に反転させています。このようにして整流した波形は、後の処理として積分値を求めるために使用されます。積分値は筋肉の活動量を求めるために使用される指標です。また整流した後に波形を滑らかにするために平滑化処理も行われます。平滑化の方法には、広域遮断フィルターを使う方法と移動平均法があります。これらはどちらも数学的な処理です。平滑化処理を行うと、突発的な和形の変化を抑制できます。積分波形とは、波整流波形を時間で積分したものです。これは整流波形と基線で囲まれた部分の面積に相当します。この面積は、筋肉の活動量や仕事量を分析するための指標になります。筋収縮が強くなれば、大きな干渉波が発生します。この図の上の波形は、弱い収縮時の波形ですが、筋肉の活動が高まれば、大きな筋繊維の活動が加わります。下のように、振幅の大きな密度の高い筋活動が発生してきます。こちらは筋肉に付加される重量と筋活動の強さの関係をグラフで表示したものです。表面筋電図で捉えられた波形は、筋肉に対する負荷量と筋活動の大きさが比例する範囲が大きいことがわかります。このことによって筋電図データでどの程度の筋肉の強さが発生しているかを推察する一つの指標となります。筋電図の積分値を使用する場合には一般的に最大収縮した時の積分値を 100% として、目的とする筋肉が何%収縮したかというように計算する方法が取られることが多いです。この相対的積分値を IEMG-MAX と言います。こちらは筋電図を周波数分析した結果を示しています。筋電図を高い周波数帯で測定されたデータを周波数分析をすることによって筋肉の疲労特性を分析することができます。こちらは筋疲労によるスペクトルの変化を示しています。筋肉が疲労すると低い周波数帯の成分が増加すると言われています。このことから疲労度を判定することができます。このような筋電図の分析にはプログラム言語が使用されますが Python ではどのような分析ができるかについて紹介します。最近の筋電図の記録はほとんどデジタルデータとして保存されます。こちらの Excel シートは表面筋電図の記録データです。このデータを Python に取り込むことによっていろいろな分析が可能となってきます。Google コラボラトリでもこれらのデータを取り込んで分析することが可能です。赤色の波形は Google コラボラトリに取り込んだ処理前の波形となります。これを整流処理した波形が右側の青い波形になります。こうした処理も Python では簡単に行うことが可能です。また Python では
各種の統計量を求める関数も用意されていますので、筋電図データより各種の統計量を求めることも可能となってきます。以上、筋電図の基礎的知識と筋電図の測定値について、Python での筋電図分析例を紹介しました。次回は Python による具体的な筋電図分析方法について解説したいと思います。ご視聴ありがとうございました。